この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今日は USB 充電器を自作してみます。これまで散々 USB 充電器の分解レビューとかはやってきたんですけども、実際に USB 充電器を作るということはやってきませんでした。なので今回は USB 充電器を実際に作るとこんな感じになるというのを見ていきたいと思います。こちらが実際に作ったものです。コンセントから交流電圧を入力して電力変換をします。スペックとしては直流 5V、3A、15W の出力が可能です。その 5V の電圧をこちらの USB 端子から取り出します。裏面はこんな感じです。回路方式としてはフライバックコンバーターを採用しているよくある一般的な USB 充電器です。今回は電源 IC を使ってとりあえず動くものを作ろうということで効率を高くするための設計なんかは特に考えていません。また電源自体が出す電動ノイズであったり放射ノイズなんかも特に考えていない設計となっています。今回は電源 IC のデータシートのどの部分を読んでどうやって設計すると問題なく動く電源が作れるのかというのを実践していきます。難しい計算なんかもしないで雰囲気で USB 充電器を作っていきます。実際に制作を始める前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB が結構おすすめです。今日の実験で使う基板も JLC で作りました。最近ですね、特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいということです。やはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです。6層 100×100mm 基板で5枚$60。最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんもぜひいろいろ試してみてください。こちらが今回作っていく充電器の回路です。回路的にはフライバックコンバーターを採用しています。フライバックコンバーターを作るためにパワーインテグレーションズ製の TNY278 という電源 IC を使っています。ちょうどこの部分です。電源 IC もいろいろなメーカーから多数の種類が出ている中で、なんでパワーインテグレーションズ製の TNY278 を選んだかというと、外部の部品数が少なく済んで、とにかくすぐにフライバックコンバーターを作れそうだったからです。では実際にこちらの回路と電源 IC のデータシートを使いながら、どのようにして充電器を作ったのかを見ていきます。まず最初に今回使う電源 IC のデータシートをよく読んでいきます。こちら TinySwitch3 という製品群がありまして、その中でも今回は TNY278 を使います。TNY278 なんですけども、最大で 28W くらいまでの電源で使えるものです。今回入力電圧は交流 50Hz、100V で設計しているので、実際は 21.5W まで使えるようになっています。こちらの製品ですね。やっぱり選んだ理由がシンプルで使いやすいからというのがあります。ピンやサインはこのように4つ分の端子となっていて非常にシンプルな構成です。まずデータシートのこの特徴の部分を読んでいきます。こちらのデータシートに赤線引いてあるんですけども、この赤線の部分が私が今回特に見ていた部分です。まず1つ目、オンオフ制御で制御ループの保証も不要ということです。2つ目、IC は他の定格のものに置き換えるだけで回路部分はそのまま動作可能です。そして3つ目、これが一番いいと思ったんですけども、変圧器のバイアス巻き線が不要であるということです。バイアス巻き線って巻き数を計算したりするのが面倒なので、なるべくやりたくないです。なので設計者が楽をできる IC を使います。こちらの回路にもバイアス巻き線は書いてありません。このデータシートの中身をさらに詳しく見ていく前に、電源 IC のデータシートを見ないでも設計できそうな部分から見ていきます。なのでこちらの回路図にもう一度戻ります。この回路の見方ですけども、左側が交流の電圧の入力、右側が USB の出力部分です。なので電力的には左から右側に流れていく回路です。交流の入力、フライバックコンバーターの回路、USB で充電するために必要な IC とプラグの部分です。この部分がフライバックコンバーターの回路なんですけども、変圧器がありますね。この変圧器の左側を1次側、右側をですね、2次側と呼びます。こちらの変圧器について補足になるんですけども、実際の動作としては変圧器というよりかは1次側と2次側を結合しているインダクターのように動作します。まずこの IC より左側のこの部分の回路を見ていきましょう。まずヒューズが必要です。回路のどこかが短絡故障で壊れた時に回路自体が発熱炎上しないようにするために必要です。またこのコンセント側を守る時にもヒューズは必要になります。今回は 5V、3A、15W なのでそこまで回路に電流は流れません。なので 1A くらいに設定しました。次は
こちら NTC サーミスターです。温度係数が負のサーミスターですね。これは簡単に言うと抵抗ですね。室温だと抵抗値は高くて、温度が上がると抵抗値は低くなります。つまり電流が流れると発熱して抵抗値は下がります。この性質を利用してですね、この後についているキャパシターが原因の突入電流が流れないように、この NTC サーミスターでインラッシュカレントを制限します。この NTC サーミスターをつけていないと、この電解コンデンサーへの突入電流でフューズが切れてしまったり、ダイオードブリッジがですね、過電流で壊れたり、寿命が短くなったりするので NTC サーミスターは必要です。ちなみに今回は常温で10オームくらい、温度が上がってくると2オームぐらいまで下がるものを選んでいます。その後はブリッジダイオードです。この部分は特にどのダイオードを使うと良いなどの指定はないんですけども、1000V 1A のものを選びました。通常の整類用のシリコンダイオードで問題ないと思います。こちらの耐圧の選び方なんですけども、電波整流回路として動作している時に逆電圧で壊れないくらいの耐圧を選んでおけば問題ないです。こちらのブリッジダイオードの後なんですけども、並活用の電解コンデンサとフェライトビーズがあります。ここの並活用のキャパシターで主に気にすることは耐圧と静電容量ですね。海外のコンセントですと電圧は実行値で 230V くらいで来ていることがあります。この時コンデンサにかかる電圧は 230V かけるルート2で 324V です。電圧が不安定なことを考えるとですね、265VAC ぐらいまでかかることを考慮します。そうすると最大ピークで 373V ぐらいになるんですね。この電圧が電解コンデンサーに加わることを考慮した耐圧を選びます。なので 400V から 450V 耐圧ぐらいのものを選んでおけば OK です。こちらのですね、静電容量の選び方なんですけども、コンセント側で瞬間的な停電であったり、電圧低下が起きた時にも、この電解コンデンサより右側にある回路の動作に必要なエネルギーを供給し続けられるような静電容量にします。つまりコンセント側で瞬停が起きた時に直流電圧が低下しすぎないような静電容量にします。例えば今回ですと 15W 最大で消費する想定ですが、この電力を USB 充電器が出力している時にも運転継続が可能なような値を選びます。電源の種類は変わるんですけども、パソコンに使う ATX 電源ですと 100% 負荷で2サイクルぐらいは電圧が 0% になっても電源自体は動作を継続し続けます。ちなみにこの電解コンデンサーに蓄えられるエネルギーっていうのは1/2CV 次乗です。C は静電容量で V はここの電圧ですね。で、今回はこちらコンセント側の回路なので電圧高いんですね。なので二次側に使っている低圧の電解コンデンサーと比べると静電容量は小さくても OK です。というか電圧が高い電解コンデンサーで静電容量が大きいものってものすごくでかくなるんでね。ちなみに瞬停が起こった時なんですけども、このですね、電源 IC が動作し続けられることも重要ですし、電源 IC が仮に動作を継続したとしても、その周りの回路、特に変圧器ですね、これが動作し続けられるかも確認する必要があります。特にですね、この変圧器の巻き線にかかる電圧が下がってきた時に、二次側に電力を送り続けられるかというのも確認する必要があります。これについては後で実験しながら確認します。ちなみにここにフェライトビーズとかインダクターをつけています。この2つはなくても動作します。実務の場合ですとコンセント側から流入してくるノイズをここで消すため、そしてフライバックコンバーターで発生したノイズを外部に出さないため、主にノイズ対策で使われることが多いようです。一次側の回路で電源 IC がなくても設計できる部分はこのくらいです。次は二次側の回路を見ていきます。こちらのショットキーバリアダイオードより右側を見ていきます。まずはここの電解コンデンサーです。見るポイントとしては、静電容量と電解コンデンサーの種類、つまり ESR ですね。こちらの電解コンデンサーも一次側と役割は同じで、電圧並活用のものです。ちなみにこの部分の電圧は 5V です。この電解コンデンサーは電圧が低くて蓄えられるエネルギーは少ないので、静電容量は大きめに設定します。一次側は10マイクロファラドとか20マイクロファラドなんですけども、こちらは一つ桁が上がって、今回は680マイクロファラドにしています。直流電圧は今回は 5V に設定したので、耐圧は 10V とか 15V くらいあれば OK です。
1次側の回路ではこちらアルミ電解コンデンサーを使いました。2次側の電解コンデンサーなんですけども、ここにはですね、電源 IC でスイッチングしている 100kHz 以上のリプル電流が流れます。なので、より ESR の低いハイブリッドタイプであったり、アルミ固体を使うことが多いです。今回はとりあえず動けば良いので、一般的なアルミ電解コンデンサーを使いました。2次側もやはり CLC のフィルターを使っています。こちらにフェライトビーズを入れていますが、これはなくても動作します。そのさらに後ろ、こちらには放電用の抵抗を入れています。これはなくても動作しますが、あった方が良いです。こちらよりさらに右側にあるのは USB-C で充電するときに必要なソースコントローラーと USB のプラグ部分です。USB-C を使って充電するときには必要な回路になってきます。充電器目的ではなくて 5V 出力する電源を作りたい場合は、ここから右の回路は不要になります。ここからはこの回路図と電源 IC のデータシートを見ながらこの回路の説明をしていきます。まずこちらの電源 IC 自体への電源供給をどうするかです。これはデータシートに載っている回路です。こちらが電源 IC ですね。よくある電源 IC ですと、電源 IC 自体に電源を供給するために変圧器に補助巻き線を巻いて、そこから整流回路を通して電源供給することが多いです。今回使う電源 IC についてもそのような回路が例として上がっています。なんですけども、今回使っている TNY278 ではこちらの補助巻き線の回路は不要になっています。データシートの応用回路の中にも補助巻き線が書いてあるんですけども、これは不要です。実際に作る回路はこちらなんですけども、補助巻き線ありませんね。この電源 IC のバイパスピンにですね、C7 の MLCC を接続しています。ここに貯めたエネルギーで電源 IC が動作します。まず電源 IC のデータシート7ページ目を見てみると、バイアス巻き線は不要。なぜなら IC のドレインピンから直接電力を引いているから。詳しくは機能詳細部分を見てくださいと書いてあります。データシートに書いてある電源 IC の内部回路を見ていきます。先ほどの回路図に出てきたこの C7 の部分ですね。書き直しがあってちょっと汚くて見づらいんですけども、この BPM のピンとソースの間に C7 を接続します。機能ブロックの部分に書き込むとこんな感じで BPM のピンがあって C7 で、そこをソースに接続するという風にします。電源 IC 内の 5.85V のレギュレーターがバイパスピンに接続されたキャパシターを充電すると書いてあります。こちらのですね、5.85V のレギュレーターというのは電源 IC のドレイン端子に接続されています。どういう時にこのレギュレーターが動作して C7 が充電されるかというと、こちらの電源 IC の MOSFET がオフの時です。MOSFET がオフの時というのはドレインの電圧はこちらの回路で言うと、この直流部分の電圧と同じ電圧になるんですね。なので、この部分に 100V 以上の高電圧がかかっているわけなんですけども、それを 5.85V まで落とすレギュレーターを使っているわけです。ここに接続する C をですね、どれくらいの値にするかというのも重要です。データシートをよく見てみると、ここにどういう風な C を選んだらいいかというのがちゃんと書いてあります。標準的な設計ですと、キャパシタは 0.1 マイクロファラッドが推奨されています。このですね、キャパシタ 0.1 マイクロファラッドでもこの電源 IC 自体が動くということは、これ自体が非常に低消費電力であるということですね。標準の設計ですと 0.1 マイクロファラッドなんですけども、このキャパシタの静電容量を調整することで、こちらに MOSFET に流れる電流のリミットを調整できるようになっています。先ほど言ったように 0.1 マイクロファラッドだと標準の電流リミット。1マイクロファラドだと電流リミットが減って一つ下の製品の標準電流のリミットと同じになります。10マイクロファラドですと電流リミットが増えて一つ上の定格の標準電流のリミットと同じになります。一つ上とか下とか言ってるのはここの製品群のことですね。こちらの番号が違うと定格の電流なんかも変わってきます。細かいところなんですけども、データシートを読むと結構設計の幅は広がります。今回は使わなかったのですけども、こちらの補助巻き線の回路の役割2つあります。電源供給と過電圧保護です。一応ドレインの端子を経由して電源 IC に電源供給もできますが、補助巻き線からの電源供給というのもできます。補助巻き線を使うことで無負荷時の消費電力が 150mW から 50mW に低減できます。結構大きいですね。
また、過電圧保護についても見ていきます。こちらの C6 の電圧が、この部分のゼナーダイオードの電圧、そして電源 IC 内部のレギュレーター電圧 5.85V を超えると、この BPM の端子に電流が流れ込みます。ブロック図で説明すると、この部分ですね。ゼナーダイオードの電圧プラスレギュレーターの電圧がですね、こちらの回路の方に流れ込んでいくと。ここに流れ込んでいく電流が敷地を超えると、このオーバーボルテージプロテクションのラッチが動作して、この電圧が 0V になるんですね。そうすると、ここのAND回路が1個0になるので、スイッチングが止まるという風になります。そうしますと、このラッチの先に接続された AND 回路の一つが 0V になりますので、MOSFET のスイッチングは止まるわけです。ちゃんとデータシートにも書いてあります。なんですけども、今回は冒頭から何回も言っているように、とりあえず動けば OK、簡単に作りたいので、補助巻き線はそもそも作らないようにしています。こちらの回路でやります。次はこちらのイネーブルとアンダーボルテージのピンを見ていきます。この端子の役割なんですけども、ここへ接続される外部回路と組み合わせて、出力電圧のフィードバック制御、そして入力電圧が低くなりすぎた場合に停止するような役割を持たせることができます。まず入力電圧が低くなりすぎた時に、こちらの電源 IC が停止するような動作になるんですけども、それについてはデータシートの回路を見ていきます。データシートの回路を見てみると、この R5 の抵抗というのが EN の端子に接続されています。R5 があることで直流電圧が低くなりすぎた場合にスイッチングが停止するような動作となります。ただこの抵抗をなくして開放状態になっても動作はするんですね。今回はアンダーボルテージの機能とかなくても問題なく動くだろうっていうことで、このデータシートに入っている R5 はこの回路には入れていません。なので今回は出力電圧のフィードバック制御のみにこの EN 端子を使います。実際どうやってフィードバックをしているかというと、こちらのフォトカプラーを使って出力電圧のフィードバックをしています。フォトカプラーの一次側というのはこちらの EN とつながっています。つまり出力電圧をモニターしているんですね。そこにですね、このようにゼナーダイオードと抵抗を直列接続にして入れています。こちらのフォトカプラーと電源 IC を組み合わせた時の動作の説明をしていきます。こちらのフォトカプラーの箱側に電流が流れる時っていうのはどういう時かというと、こちらにですね、ゼナーダイオードがあります。このゼナーダイオードの電圧とフォトカプラー箱側のダイオードの順方向電圧で出力電圧が決まります。今回いろいろ試してみたところ、ゼナーダイオードは 5.1V にした時に出力電圧はちょうど 5V になりました。ここのゼナーダイオードの電圧で出力電圧決まるんですね。例えばゼナーダイオードの電圧を 12V くらいにすれば出力電圧は 12V くらいになります。もちろんこの変圧器の設計とかによってですね、若干変わってくるんですけども、基本的にここのゼナーダイオードの電圧で出力電圧は設定できます。フィードバックの原理を説明したいと思います。まずこの回路が通常通りの動作をしていて、出力電圧が 5.1V 以上になったとします。そうすると、ゼナーダイオード、抵抗、フォトカプラー発光側に電流が流れます。そうすると、フォトカプラーの受光側については、これは電流を流せる状態になるんですね。このイネーブルの端子の中身はこのようになっています。ここがフォトカプラーの受光側のトランジスタです。こちらの端子から電流を引き抜いていくわけなんですけども、その電流が敷地より大きくなると、このイネーブルの端子の電圧というのはだいたい0ぐらいになるんですね。そうすると、その後に接続されたロジックをこういう風に辿っていくと、こちらのですね、ロジック回路に入っていって、結局は MOSFET をオフさせるような動作になります。ここのスイッチングが止まるということは、この回路図で言うと、1次側から2次側への電力供給が止まったということになります。なんですけども、負荷は電力を取り続けているわけで、出力電圧は低下していくんですね。出力電圧がどんどん低下していくと、ゼナーダイオードの電圧の 5.1V より低くなって、フォトカプラーの発光側には電流が流れなくなります。そうすると、こちらの受光側のトランジスタにも電流は流せなくなるんですね。なので、こちらの内部回路から引き抜いていた電流というのが0になるわけです。そうしますと、このイネーブルの電圧というのは再度上昇して、そしてこの内部のロジックに従って MOSFET は再度スイッチングを始めるわけです。こちらの MOSFET がスイッチングを始めるというのは、変圧器の1次側から2次側に向かって電力が供給されます。
そうしますと出力電圧が再度上昇を始めてゼナーダイオード以上の電圧になるという動作を繰り返して出力電圧をフィードバック 5V 一定に保つ、そういった動作をしているわけです。出力電圧のフィードバックと関係しているんですけども、フライバックコンバーターの動作って結構間欠的になっていることが多いんですね。それはですね、出力電圧のフィードバックが働いているからなんですけども、それについても後で実験でお見せできればと思います。次は変圧器の設計部分を見ていきます。フライバックコンバーターとかの絶縁型の電源で一番難しいのはこのトランスの設計かと思います。繰り返しになりますが、変圧器と呼んでいるんですけども、実際には一次側と二次側を結合したインダクターに近いです。変圧器の実物がこちらになっています。今見えているのは二次側の巻き線ですね。巻き数は結構少なくて7回ぐらいになっています。回路図の方を見てみるとこのような曲線になっています。どういうことかというと、例えば一次側の電圧をこういう風に入れたとすると、二次側の電圧はこんな感じで反対の曲線で出てくる、そういう巻き方をしています。巻き方と言っていますが、実際には変圧器の出力の2本の巻き線をどっちに接続するかです。まずフライバック変圧器の動作も含めた原理を見ていきます。こちらの電源 IC の中の MOSFET をオンの状態にすると、この一次側の巻き線に電流が流れ始めます。一次側と二次側の巻き線のですね、曲線を合わせていれば、それに合った電圧が出てきて、電流が流れてくれるんですけども、今回は曲線を逆にしていると。そして二次側にはダイオードがあるので、電流は流れません。なので、MOSFET をオンした時というのは、この一次側の巻き線だけに電流が流れます。この時、変圧器、インダクターなんですけども、そこに溜まっているエネルギーというのは2分の 1Li 次乗で表されます。ある程度電流が流れてきたところで、この MOSFET をオフにすると、二次側の電圧がこういうふうに正の方向になって、こちらのダイオードに電流が流れるような電圧の曲線になります。この時にインダクターに蓄えられた磁気エネルギーを放出することで、一次側から二次側に電力を送るというのが動作原理です。こちらのフライバックコンバーターの電力の上限はどういう風に決まるかというと、このインダクターにどれだけ多くのエネルギーを溜め込むことができるかで決まります。その溜め込むことのできるエネルギーというのは2分の 1Li 次乗です。このインダクタンス値とか電流値っていうのは、コアに使っている材料であったり、巻き線、時速密度、ギャップ長などいろいろな制約がある中で決まっていきます。今回なんですけども、難しい計算とかはあんましないで、雰囲気でこんな感じで巻き数とか時速密度とか流す電流とか決めますよっていうのを見ていきます。では実際に計算していきます。計算方法なんですけども、今回は先に巻き数を決め打ちして、それを元に流れる電流とか鉄心の時速密度が範囲内に収まっているかを確認するやり方で計算していきます。こちらの Excel を作りました。これベースに進めていきます。自分で決めることができるのはこちらの黄色と赤色のセルです。黄色は回路の電気的なパラメータ、赤色は変圧器のパラメータです。こちらの設定できるパラメータを入力した後に計算結果が緑色のセルに反映されます。計算した結果、時速密度1次2次巻き線に流れるピーク電流、ピークドレイン電圧が範囲内に収まるかを巻き線をポチポチ変更しながら確認していきます。ちなみに赤色のセルで鉄心の AL 値がありますが、これは実測で確認したものです。まず時速密度は鉄心が飽和しないくらいにする必要があります。今回使っているのは TDK の N87 材料のフェライトコアです。コア温度が100度の時の飽和時速密度は 390mT になっています。今回は余裕を持って 350mT 以下で使用することにします。一次巻き線のピーク電流は使う電源 IC によって制限されます。今回の場合ですと 0.65A 以下に制限するよう設定したので、それよりも低くなるような一次巻き線のピーク電流になるようにします。次、二次巻き線のピーク電流なんですけども、二次側整流ダイオードの定格を決めるときに重要になってきます。このピーク電流が変圧器の二次巻き線に流れるので、巻き線の太さもよく考える必要があります。特に二次側は大電流が流れるので、太めの巻き線を使う必要があります。ピークドレイン電圧は電源 IC の MOSFET の体圧と、この後の設計で出てくる砂場回路に効いてきます。電源 IC のデータシートを見てみると、ピークドレイン電圧は 700V となっています。一次側の電源電圧、フライバック電圧、そして変圧器のサージ電圧の合計がこの 700V を超えないようにします。
では実際に巻数をどれくらいにするか決めていきます。例えば、1時側の巻数を10回にしてみます。そうするとこのようになります。一次巻線のインダクタンス値は結構低くなっていますね。25マイクロヘンリーです。この時の変圧器の時速密度とかピーク電流がどうなっているかというと、ピーク電流は20アンペアとかになっていますね。時速についても飽和時速密度を超えてしまっています。これだとちょっとダメそうですね。ちなみにコアの AL 値と巻数の2乗が一次側巻線のインダクタンス値になります。AL 値はコアのギャップ長によって変わる値です。自家飽和しない、かつある程度インダクタンス値が稼げるようなギャップ長にする必要があります。エアギャップを入れないとコアがすぐに自家飽和してしまいます。かといってエアギャップを大きくしすぎると AL 値が低くなりすぎてインダクタンス値を稼ぐことができません。エアギャップ長はちょうどいいところを事前に測って探しておきます。今回は 0.1mm に設定しました。この結果を見てみると、一次巻線の巻数はもう少し増やす必要がありそうですね。60回くらいにすると時速密度は自家飽和しないくらいになっていますが、ピーク電流が電源 IC の制限を超えています。もう少し増やして70回くらいにすると、なんかちょうど良さそうな感じになりました。ただこの後試作で変圧器を巻いてみたのですが、70回きっちり巻こうとすると、一次側の巻線が3層構造になってしまって巻くのがめんどくさいです。なのでギリギリ2層で巻ける68回に今回は設定します。次は二次側巻線を決めます。数値をとりあえず入れてみて、1回だけ巻いてみるとピーク電流はかなり多くなってしまいました。15W のフライバックコンバーターですとあまり現実的な値ではなさそうです。現実的な値で7回ぐらいとりあえず巻いてみます。あまりに巻数を多くしてしまいますと、定格電流の高い巻線、太いんですけども、その太い巻線を何回も巻いていく必要があります。なので、あまり多く巻かなくていい7回に今回はしました。フライバックコンバーターの出力電圧って1時2時の巻数比で考えるのではなくて、1回のスイッチングでどれくらいのエネルギーを二次側に伝えるか、そういった考え方でやると割とすんなり理解できます。これは先ほどの電源 IC データシートの読み込みの部分と関連してくるのですが、スイッチング周波数デューティー比、スイッチングの頻度を調整することで二次側の電圧を調整していきます。最後見る必要があるのがピークドレイン電圧です。MOSFET がターンオフした時に変圧器の一次側にスパイク電圧が発生します。これは変圧器の漏れインダクタンスに蓄えられていたエネルギーです。MOSFET を壊さないためにもこのスパイク電圧を何とかして低くする必要があるんですね。今回の場合ですと 500V くらいまでは許容できます。なんですけど、それだとスパイク電圧がちょっと高すぎるような気がするので 200V くらいに抑えるようにしましょう。出てきたスパイク電圧を抑えるためにはこの後解説する砂場回路を使います。砂場回路です。回路で言うとこの部分ですね。基本的にはキャパシター、抵抗、ダイオードでできています。砂場回路の設計を回路を作る前にやるというのは結構難しいかもしれないです。というのも変圧器の設計次第でスパイク電圧の振幅が変わるからです。なので実際には回路を動かしながら抵抗値、静電容量を変えていく流れになるかと思います。基本的にはスパイク電圧のエネルギーを C6 に充電する形で吸収します。そのエネルギーは C11 と並列に接続されている R11 で放電します。このダイオードは砂場回路に電流を流すために必要です。R3 はダイオードに流れる電流を制限するためのものです。ここに使っている抵抗は基本的に定格電力高めのものを使います。0.5W とか 1W とかそのあたりですね。こちらのキャパシターについては MLCC を使うことが多いのですが、X5R とか X7R とかのこういう電系の材料を使ったものですと、電圧が高くなった時に静電容量が低下します。そうすると設計時に意図した動作にならない可能性があるので、電圧をかけても静電容量がほとんど変化しない低誘電系のものを今回は使いました。ダイオードの定格電圧はスパイク電圧がどれくらいかかるかを想定しながら選んでいきます。今回は相当余裕を持って 1kV のものを選びました。電流は R3 で制限されているので、定格電流は 1A です。ちなみにこのダイオードの選び方はデータシートに書いてあります。遅いダイオードを使うと効率が良くなって電動ノイズも減ると書いてあります。遅いというのは逆回復電圧が長いもので、だいたい2マイクロ秒以下のものを使うと良いみたいです。今回はちゃんとそれに該当するものを選んでいます。ちなみに三元電機なんかは砂場回路専用のダイオードなんかを発売しています。前に使ったことがあるのですが結構良いです。最後は二次側整流ダイオードの選定です。
先ほど変圧器の設計で虹側の電圧がだいたい 6A ぐらい流れていました。そのくらい流せるものを選定します。通常のスイッチング向けのダイオードですと導通損失が多くなってしまいますので、今回はショットキーバリアダイオードを使うことにします。今回の場合、耐圧 40V くらいあれば十分かと思います。なので今回は 45V 10A 定格のものを選定しました。このダイオードでの電力損失が気になるようでしたら N チャンネル MOSFET を使って同期整流を使う方式もあります。最近の USB PD の充電器は同期整流を採用していることが多いです。ショットキーバリアダイオードと並列に接続しているのは砂場回路です。なくても動きますが、とりあえずつけました。というわけで設計が完了しました。結構長かったですね。これから回路を組み立てていくわけですが、プリント基板は今日のスポンサーの JLC-PCB で作りました。電子部品は主にディジキーで購入しています。今回の回路図であったり購入部品一覧は概要欄にあるので、興味のある人はぜひ見てください。では、組み立てに入ります。まず変圧器を組み立てていきます。先ほどの Excel で決めた通り、1次側は68回、2次側は7回巻いていきます。コアに巻き線を直接巻いていくと後で調整ができないので、このボビンに巻いていきます。ボビンに巻くときも注意が必要です。1次側巻き線と2次側巻き線の絶縁を確保するためにバリアテープを巻く必要があります。この動画では説明しませんが、例えば IEC、円面距離、バリアテープなどのワードで調べると色々出てきます。今回はとりあえず動けば良いのでバリアテープは使いません。まず1層目に1次側巻き線を巻いていきます。1次側巻き線にはそこまで大電流は流れないので直径 0.2mm のポリウレタン線を使いました。このように1次側巻き線は今35回巻いています。ここにバリアテープを使ってしまうとその分巻ける回数は少なくなってしまうので総数が増えていきます。2層目に残りの33回分巻いていくのですが、この時に1層目と2層目の絶縁を取る必要があります。電源を分解した時、変圧器をよく見てみると黄色のテープが巻かれることがありますが、それと同じものです。こんな感じで絶縁テープを貼った上に2層目も巻きます。これでとりあえず68回巻くことができました。次は2次側巻き線を巻いていきます。こちらは1次側巻き線と比べて大電流が流れるので直径 0.3mm のポリウレタン線を2並列にしています。やはりこちらも1次側巻き線との絶縁を目的とした相関絶縁テープを使います。バリアテープも本当は必要なんですけど今回はやりませんでした。最終的にこんな感じで巻いたボビンが完成します。次ですね、ここにコアを組み込んでいきます。今回はこちらの E 形状のコアを使います。エアギャップはないので、こんな感じで絶縁テープを適当な大きさに切ってコアに挟み込んでいます。時速の漏れとか放射ノイズとかを考えると、真ん中の柱だけにギャップを作って、さらにシールド巻き線として銅箔を一旦巻いておくと良いです。今回はそのようなことはやりませんでした。最後、このようにコアを入れたら絶縁テープを使ってコアがずれないように固定します。今回は実施していませんが、実際の製品に使われるものですと、ワニスに眼芯してから乾燥させます。こうすることでコアとボビンを固定できるので、動作中のコイル鳴きも抑えることができます。あと全体的に絶縁性が良くなりますね。これは湿気であったりゴミなどから巻き線を守ることができるからです。この状態でインダクタンスを測定してみます。1mm ヘンリーぐらいなので、だいたい狙った値になりました。最後、これを回路に組み込みます。巻き線の極性だけ間違えないようにしてください。極性を間違えていると、通常の変圧器のように動作してしまい、電源 IC で過電流保護が働いて、フライバックコンバーターの動作はしません。回路を見ていきます。まずこちらが AC の入力です。ヒューズ、NTC、サミスタ、フェライト、ビーズと、あとインダクターがこの部分にあります。こちら並活用のキャパシターです。これが変圧器、そして2次側の回路です。スルーホール部品はすべてこちらの面に実装しました。裏面を見ていきます。これが全波整流ダイオード、電源 IC、砂場回路です。IC に電源を供給するキャパシター。ここに導線入れていますけども、これは変圧器の1次側の電流を測るために付けました。このあたりが電圧のフィードバック回路ですね。セナーダイオードとフォトカプラーです。そしてこのあたりが2次側の回路です。2次側整流用のショットキーバリアダイオード、USB Type-C を使うためのソースコントローラーです。こんな感じで実験のセットアップができました。早速電源を入れていきたいと思います。大丈夫そうですね。
というわけで早速負荷を取っていきます。0.1A ずつ増やしていくと、ちゃんと電流流しています。で、電圧も割と一定に維持されてますね。なかなかいいんじゃないでしょうか。一気に増やして、ちょっと出力の電圧が落ちましたね。だいたい 2.4A くらいになると落ち方が激しくなってきています。電流は今 3A 近いんですけども、一応 5V の出力電圧は保っていますね。さらに電流を増やしていって、3.3A で過電流保護がかかるようです。スマホも充電してみたいと思います。いいですね。ちゃんと動いています。今はだいたい 1A くらいで充電しています。しっかりと問題なく動作していますね。なかなかいいです。マイクで聞こえるかわからないんですけど、変圧器からコイル鳴きの音がします。今聞いていたこのサーっていう音は多分変圧器を眼振すれば消えるような音かと思います。いずれにしてもしっかりと動作していることが確認できました。もう少し詳しくいろいろと見ていきます。まず動作時の温度です。出力 15W の時ですね。こちらのスルーホール部品の面を見てみると、主に発熱しているのは NTC サーミスタです。これについてはもう少し抵抗値を調整しても良さそうですね。あとはトランスの巻き線温度は50度くらいでした。こんなもんかと思います。表面実装部品面を見てみるとこんな感じの温度分布です。一番発熱しているのは虹側の整流ダイオードでした。銅箔の面積を少し広めにとって熱を逃がしていますが、それでも80度くらいまで温度上昇しています。このくらい発熱していると同期整流方式に変えたくなってきますね。電源 IC 周りを見てみると、砂場回路の電流制限抵抗が結構発熱していました。電源 IC 自体は70度程度なので、まだまだいけそうですね。一時側の全波整流ダイオードは思ったより発熱はしていませんでした。まあ全体的にこんなもんかなっていう発熱具合でした。次は効率測定をしました。こちらのグラフです。最高効率は 3W 出力の時の 82% でした。負荷を大きくしていくほど効率は下がって 15W 出力時は 77% です。まあこんなもんかなというところですね。パワーインテグレーションズが出しているデザイン例を見ても最高効率は 83% くらいだったので割と近い結果にはなっています。負荷が大きくなった時の効率が低くなったのは NTC サーミスタ、砂場回路、変圧器巻き線の太さ、虹側整流ダイオードあたりが効いていそうです。各部の波形をいろいろと見ていきます。この赤色は一次側巻き線電流、青色は二次側巻き線電流、緑色は電源 IC のドレインソース間電圧です。出力電流は 1A の低負荷の状態なので、割と電流不連続モードで動いています。こんな感じでね、ここも共振してますね。動作を安定させるために入力電圧を交流 100V から直流 141V に変更しました。ここで例えば電流を 2A ぐらいに増やすと MOSFET のオン時間が少し増えて一側の巻き線電流は 600mA ぐらいまで増えました。それに従ってですね、先ほどまで電流不連続モードで動いていたんですけども、電流連続モードで動く期間も出てきましたね。さらに負荷を増やして出力電流を 3A にします。そうすると、ほとんどのスイッチングで電流連続モードで動いていますね。一時側のピーク電流は電源 IC によって制限されて 650mA になるんですけども、実際測ってみると 628mA とかそのあたりになってます。設計値は 600mA なので、だいたい合っていますね。二次側のピーク電流を見ていきます。ちょっと拡大するとこんな感じです。ちょっとスパイク成分があるんですけども、このスパイク成分を取り除くとだいたい 6A ぐらいになっています。計算した二次側巻き線ピーク電流はだいたい 6A だったので計算と合っていますね。ドレインソース間の電圧も見ていきます。フライバック電圧は 58V となります。スパイク電圧を考慮しない場合、ピークのドレイン電圧というのはだいたい 200V くらいになるんですね。この結果を見ると 190V ぐらいにはなっているので、設計した値と実測値よく合っていると思います。スパイク電圧はどうなっているかというと、
こんな感じで、だいたい 100V 程度になっていますね。砂場回路が結構発熱していたので、スパイク電圧のエネルギーをかなり吸収していますね。一次巻線に流れる電流を見てみると、ほとんど直線ですね。電流値が高いところでもやはり直線になっています。なので、フェライトコアでの自家飽和は起こっていないようです。まあ、こんな感じでね、全体的に問題なく動いているんじゃないでしょうか。出力電圧のフィードバック制御を詳しく見ていきます。この青色が出力電圧、赤色が変圧器一時側巻線の電流です。出力電圧見てみると、こんな感じで上がったり下がったり上がったり下がったりする期間っていうのがありますね。これ出力電圧のフィードバックが効いてる証拠です。ちょっと拡大しますね。例えばここの部分、連続してスイッチングしている期間っていうのは電圧は上昇しています。その後スイッチングを休止する期間があります。そうするとその期間というのは虹側のキャパシターの電荷がどんどん抜けている状態なので電圧は低下していきます。その電圧の低下というのを虹側のセナーダイオードとフォトカプラーで電源 IC にフィードバックしてここでスイッチングすると。そうすると電圧は上がっていくと。このあたりはスイッチングをしないことが結構多いです。その後はずっと連続的にスイッチングしているんですけども、電圧は上がっていくと。その後はまたスイッチングしたりしなかったりっていう期間があるので、出力電圧は割と一定を保っているようになっています。動画の前半部分でも話しましたが、フライバックコンバーターは1回のスイッチングでどれだけのエネルギーを虹側に送るかというので、出力電圧が決まってきますので、連続してスイッチングすると出力電圧は上がりますし、スイッチングをしないと電圧はどんどん下がっていくと。そのような動作になります。交流電圧が喪失した時にどれくらい出力を維持してくれるかも見ていきます。黄色が交流の入力電圧、緑色が全波整流回路の並活電解コンデンサーの電圧、青色が出力電圧、赤色が変圧器一時側の巻線電流です。ここで交流電圧の入力を切ります。そうするとこのようになりました。電源入力が喪失した後もだいたい2周期分40ミリ秒くらいは出力電圧は 5V 維持してくれています。ただ、並活コンデンサーの電圧は減少し続けていますね。キャパシタの電圧が低くなったので、そこからより多くのエネルギーを引き出そうと一時側の巻線電流も増やすんですけども、電源自体が喪失しているので、電解コンデンサーからエネルギーを取ろうとしても取れないような状態になってしまいます。最終的には出力電圧は 0V になります。今これはですね、出力の電力 5W しか取っていない状態なんですね。15W を取っている状態でどうなるかも見ていきます。こんな感じです。こちらの結果を見てみると、だいたい4分の1周期ぐらいですかね。5ミリ秒くらいでもう出力電圧は落ちてきてしまっています。全波整流回路を通った後の電解コンデンサーの静電容量はもう少し大きくする必要があったみたいです。というわけで今回はフライバック方式の USB 充電器を作ってみました。作る前までは結構難しそうって思っているんですけども、とりあえず動作するものを作るくらいでしたらデータシートをよく読めばなんとかなります。変圧器の設計も適当な感じでしたが、なんとか動いてくれました。もし興味のある人はこういったフライバック式の電源の自作にぜひ挑戦してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。